今回は俺とお前のシリーズフォアのテイクバック編です。自分の右側にラケットをセットしてほしい。ラケットは自分の右側だけど肘はしっかり後ろに。皆さんこんにちは、小野田道久です。今回は俺とお前のシリーズフォアのテイクバック編です。高尾プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このフォアのテイクバック、非常に視聴者の方は、はい、一番注目したいジャンルだと思うんですけれども、いろんな弾き方あります、ね。そうですね。グリップもありますし、ちょっとそこを解説をやっていきましょう。はい、そうですね。やっぱ単純にグリップがある程度厚いく握っている選手、もしくはね方でしたら、あまり遠くにというよりも体の近くにちょっと肘を曲げたような感じでやる傾向があるだろうし、それより薄かったらもうちょっとここを離すというんですかね、そういうのは僕は基本として持ってるんですけどね。グリップ厚い選手っていうのはやはりこういうふうにもなりますし、女子選手は特にこっちの後ろ側の方までやっぱりいっちゃう選手がやっぱり最近の流行りなのかなっていう感じはするんですよね。僕はここを小さくしてここを大きくするっていう風なイメージで打ってるんですけど、どうしてもねジュニアとかはここが大きくてここが小さくなっちゃうんで、やり方は2つだけだと思うんですよね。そうですね。確かに大坂なおみ選手もここが大きくて、ここコンパクトに振る、錦織圭選手はここ小さくここ大きくってやっぱり分かれるんですけども、両方いいショットじゃないですか。そうですね。ただ一つ言えるのはこのテイクバックが大きいからパワーを出せるとは思わない方がいいですね。そうです。僕もそれ言いたいです。それはね、もちろんジュニアのうちだったり力がない場合であれば大きい方がいい。で大きくて前で捉えて前も大きいんだったら僕はいいです。ただしそれは無理ちょっとね難しいので、ですからやっぱり体が出来上がってきた時とか相手とのボールのスピードが上がってきた時に、いわゆる振り遅れる、いわゆるその体重が後ろでボールの捉える打点が後ろになってしまわないようにできるだけコンパクトにして、僕は自分の右側にラケットをセットしてほしい。僕も同じですね。それがボディターンと一緒に最初ローテーションが入って、そしたらここにセットアップするっていう感じなんで、引いてるという感覚よりかは体がローテーションすれば勝手にラケットがついてきてここにあったみたいな、でそこから足を出すのかその場所から体を戻してくるのかっていうのが僕はフォアハンドの一番ブレにくいところではないかなと思いますね。フォアのグリップが薄い人はこうやって構えた時には手首が少し背屈の状態にあって外側向いて立ってるっていう。でもう一つはグリップ厚くて後ろ側の人はどっちかというと背屈の状態が寝て待ってるっていう、この手首の角度が結構重要だなっていう感じはしますよね。この時点でどういう球が打てるのかっていうのはちょっと決まるような感じがしますけど、昔のねエドバーグなんかは薄く持ってますけど、こういうイメージですね。外側にして外側で打つっていう。男子の綿貫君とかもこうやってちょっと、そうですね、最近ですねすごい面白くてティアフォーとかもそうなんですけど、こっちに最初反対側にグッと曲げておいて折っておいて、その反動でうまくしなりを使うっていう人がねちょっと増えてきてる。俗に言う男性エネルギーですね。ここは帰ってしなるっていう、戻す力を使って飛ばすっていう手首の動きですよね。ある程度ボールとの間がないといけないから、時間が必要になるね、ここは。はい、どうしてもね打つボールに目がいっちゃうんだけどテイクバックですからね今日はね。ちょっと極端にシンプルにもうちょっとやるとこうやって引いて出してるっていう感じでもあるんですけども、若干こういうラケットを回す、右側でくる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 回す、この勢いで飛ばすっていう感覚も中にはあります。だからラケット立てるっていうのは、こうやって立ててラケットがダウンして引っ張り出されるっていう、回す、いわゆるループっていうことですね。ループスイングっていうのがこう言われる。ラケットの重さをそんなに感じなくてテイクバックできる。ですね。だから滑らかにいきますよね。ラストいきます。あとは
テイクバックした時僕結構気をつけるのは、後ろのこう肩甲骨がしっかりこう張るというか動いてるのを感じないと、パッて構える時にこの構えが浅いとラケットがすぐ出ちゃう。なるほどね。これで結構フォアの調子を崩したことがあったんで、感覚が分かんなくなっちゃったんですよね。その時はやっぱり肩をこう入れるんだけど、後ろの肩甲骨が肘が後ろに行って、しっかり入って、ちょっと細かいこと言いますけど、入ってから打つっていう。なるほど。それやるとビシャってボールが。だからオナープロの今見ててもこう何ですか、ラケットが必ず自分の前にあるんですよね。どんなにその意識の中で肘を後ろとか肩甲骨がって言っても、ラケットがこの自分の前にあって、しかもボールを打つ打点の延長上にラケットがあるんで綺麗に出てくるんですよ。でもこれがここに行ってしまうとやっぱり当たるところまでの距離が非常に長いです。そうすると綺麗に当たらなくなる。ミート率が悪くなりますね。けど僕は申し訳ないですけど、この打ち方をやったことがないんですよ。ガキの頃からそうですけど、ここにラケットがあったの多分木のラケットで、重いって言ってこうやって当てるレベルだったんで、もう自然とやっぱりこういう風な自分の右側の方でフィニッシュを終わらせるっていう構え、フィニッシュまで、こういう癖がやっぱついてたんで、ここにラケットがあると前向いてませんっていう、こういう構えの質問が多いんですけど、いやそんなことはなくて、肩甲骨がしっかりこう入ってれば、ラケットは自分の右側だけど、肘はしっかり後ろに引けてますよ、この体勢を作ってここから男性エネルギーを使ってラケットを走らせるっていう、もうその感覚しかないです。子供の頃はね、僕よく言われたのが、昔レンドルとか肘からこうやって引いてたんで肘から引くなって言われたんですよ。でも僕は逆だと思うね。今となっては肘から引いたとしてもちゃんと自分のラケットが右側にあれば問題ないんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあいきます。僕も右側のイメージですね。この右側に、それほどグリップが厚いわけではないので、コンパクトですよね。右側にセットして右側で打ちたい。ラストお願いします。ここですね。ここに欲しい。だから僕はね、すごくこの自分の体とラケットの距離感がね、結構欲しいタイプ。これ僕も打つ時にラケットと顔の位置って僕よく言うんですけど、これが遠くなったり近すぎたりするのもよくないんです。この顔とラケットの位置関係、ここが常に同じ、ここが常に同じな方がミート率が良くなるなっていうのを感じたんですよね。やっぱりこういう風になったり、ラケットが先に行ったり、腰がこう最後まで回んない人なんかはこういう風にラケットだけ上がっちゃうんで、構え、ここはやっぱりピシャッとこう決める。もちろん例えば伊達さんみたいに下にパッと引くっていうのも僕はこれもありだと思うんです。ただこのテイクバックをしておいてすごいスピンかけようとか、なんかハードヒットするっていうよりも、じゃあこのテイクバックをしたんであればどういうボールを打った方がいいかとか、どのタイミングで取った方がいいかっていうことを分かった上でテイクバックはした方がいいですね。ですから錦織選手なんかは立ててグッと自分の近くに構えるじゃないですか。だからこれはやっぱり自分のグリップをちゃんと分かってるし、自分と距離感がある程度近くないと、打つ時に近くないといいボールがいかないっていうのが分かってるんで、遠くには構えないですね。構えも自分のところのこう近くで、スイングに行く時もやっぱり手はと肘は体の近くをこうやって通んないと加速していかないと。これが肘が遠くなったりするとやっぱり遠心力で持っていかれてバランス崩す。ここの位置関係ですよね。この肘と手首、この肩のこの曲がってる位置、ここもかなり大事かなっていう。構えている位置から、僕らは何気なくこうやってやりますけど、こうやってなってる人もいるし、こうなってる人もいるし、ラケットは少し立てて、ここの肘はある程度こうゆとりがあった方がやっぱりスムーズにいくのかなって。で今はね、こうやって手出しのボールでここに来ますよって言われてるんで、打てるパッと引くだろうし、ブレることはないですけど、これがやっぱ走ってったりとかね、低いボールだったり、あとは高いボールだったりっていうところで合わせなきゃいけないから、当然テイクバックも高いボールが来たら僕は高く引いた方がいいと思うし、低いボールだな、軌道だなと思ったら少し低めにパッと構えるようには
してます。だから特に外側に行った時には走らされた時とか、あとリターンで遠くを打たされる時は早めに外側に出しておいてボールの後ろにうまく合わせられるように心がけてますね。やっぱり視聴者の方は構えることにエネルギーをすごい使う、ここにエネルギーを持ってかれちゃって、最後ちょっとふぬけになっちゃう時があるじゃないですか。だからここでいかにエネルギーを使わないでミート率をアップさせていくか、ここはやっぱり当たる、大事なところですね。その再現性がね、何度もやっぱ必要。ボールがいろんなボールが来る、いろんな種類があるからこそどれだけ綺麗に捉えられるかっていうことを確率を上げないと、やっぱテニスというスポーツはね、勝てなくなってしまう。速いボール、緩いボール、高い低い、いろんなボールをここでアジャストするわけじゃないですか。だからテイクバックがこんな大きければ、ある一定のスピードだとここ打てますけど、全部のボール打つとなると、そうですね、ここはやっぱりコンパクトでボールの後ろですね。ボールが飛んでくるとこの後ろ、もしくは自分の右側ですね、右利きの方であれば右側にセットして自分の右側で仕事をするっていうことですよね。視聴者の方も悩んでる方たくさんいると思うんですけれども、僕もねフォアはね正直得意じゃないからいろんな打ち方をね試して、グリップはねそんな厚くしてはいないんですけど、やっぱ多分視聴者の中にもね、いやこれでもねあれでもねいろいろね迷ってる方はねいると思うんで、ぜひちょっと今のアドバイスを参考にしていただけたらと思います。ぜひ練習してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!